こんにちは、ハリーです。今日は銀座にあるコスパのいい飲み屋さん7選をご紹介します。皆さん、銀座の夜って高そうなイメージありますよね。もちろん、銀座には1万円以上出せば美味しいというお店はたくさんあるんですけど、実は5000円から7000円くらいですごく美味しいお店もたくさんあります。そこで今日の動画では、友達やパートナーと気軽に行ける美味しい銀座の飲み屋さんを7つご紹介します。YouTube で一番銀座のお店を紹介している僕が厳選したお店なので、今日も最後まで期待してみてください。僕のチャンネルでは池袋、銀座エリアを中心とした東京の美味しいお店や極上の温泉宿、高級ホテルをご紹介しているので、食べるのが好き、旅行が好きという人はチャンネル登録といいねボタンを押してもらえるとすごく嬉しいです。今日ご紹介する7つのお店の場所はこちらになります。それでは早速参りましょう。1つ目のお店はボベロさんです。東銀座駅 A7 出口からすぐのところにあります。ボベロさんは絶品のイタリアンをお手頃な価格でいただけるお店です。店内は明るくカジュアルな雰囲気です。お客さんは20代から50代のカップルとか女性同士、友達グループが多いですね。男女比は男性3対女性7くらいです。メニューはこちらです。ボベロさんは本当にどのメニューも美味しいです。特にピザが有名なので、ピザはぜひ頼んでほしいですね。メニューブックとは別に黒板にはその日のおすすめが書かれています。ちなみに3850円でピザ、パスタ、メインなど自分が好きなものを選べるプレフィックスコースがあります。これがすごく満腹になるコスパ最高のコースなので、お腹が空いているときはぜひコースにしてほしいですね。ドリンクメニューはイタリアンだけあってワインを中心にたくさん揃っています。一通り動画に載せておくので、しっかりとメニューを見たいという場合は動画を止めて確認してくださいね。さあ、まずはビールで乾杯です。ちゃんとグラスも冷えていますね。こちらはコースとは別に頼んだ岩手県産の生牡蠣です。こんなにもビッグサイズの生牡蠣ってすごいですよね。肉厚でジューシーな食感がたまらなく美味しいです。さあ、ここからがプリフィックスコースのご紹介です。この日は3人で行ったので、前菜盛り合わせとピザ、パスタ、リゾットから3品、メイン、デザートですね。一つ一つ食レポすると動画が1時間くらいになっちゃうので、今日は食レポを控えめにするんですけど、正直言ってどれも最高に美味しいです。クオリティ、クオンティティともに素晴らしいお店で、こんなにも素晴らしい料理を3850円で食べられるのは本当にコスパ最高です。銀座でコスパがいいイタリアンなら真っ先におすすめしたいお店ですね。ただ、そんなボベロさんにも一つだけ欠点があります。それは混雑すると料理の提供がすごく遅くなることです。先にドリンクを頼んでメニューは後で頼もうってすると、前菜だけ来てピザが1時間後なんてことがザラに起きます。これを解決するために僕のおすすめを2つご紹介します。1つ目はオープンの5時半から行くなどピーク時を避けることですね。2つ目はもしピーク時に行くなら席に着いた瞬間に一通りのフードメニューと1杯目のドリンクを頼んで、その後ゆっくりとメニューを見て2杯目以降のドリンクを決めるという流れです。こうすることで完璧な味、値段をちゃんとした提供スピードで楽しむことができますよ。ちなみに2時間半飲み放題で6050円のコースもあります。コスパよく美味しいイタリアンを食べたい人はぜひ行ってみてください。2つ目のお店はルフージュさんです。場所はコリドー街から1本入ったところにあります。ルフージュさんはおしゃれな空間で美味しいワインとビストロが楽しめるお店です。店内は少し暗めのおしゃれな雰囲気です。お客さんは20代から40代のカップルとか女性グループが多いですね。結構ワイワイしているので、
デートならカジュアルデートで使うのがおすすめです。男女比は男性2対女性8くらいですね。メニューはこちらです。特におすすめなのはサラダメニューのキャロットラペと名物のメリメロ焼きですね。ルフージュさんといえばやっぱりこのとりあえずシャンパン、通称トリシャンです。とりあえずビールっていうのもいいんですけど、ビストロの時はとりあえずシャンパンもいいですよね。フレッシュかつフルーティーな味わいですごく美味しいです。料理はどれもワインがどんどん進む美味しさです。僕おすすめのキャロットラペは程よく人参の苦味を残しつつも丁寧に酸味が抑えられていてすごく美味しいです。アンチョビポテトも塩気が効いていて酒泥棒な美味しさですね。メリメロはフランス語でごちゃ混ぜという意味です。その名の通りいろいろな野菜に鶏もつと牛もつを加えてごちゃ混ぜにした豪快な一品ですね。コクがあって濃いめの味なのに癖のない味わいがたまらないです。他のどの料理も本当に美味しくてお酒がどんどん進みます。そしてルフージュさん最大のおすすめポイントは何といってもコスパです。おしゃれな空間で美味しい料理をお腹いっぱい食べて、しかもボトルワインを開けても1人5000円から6000円くらいです。本当に素晴らしいコスパですね。ちなみにステーキもついた2時間半の飲み放題は5500円で楽しめますよ。3つ目のお店はタコハチさんです。先ほどご紹介したルフージュさんのすぐ近くにあります。タコハチさんは美味しいたこ焼き、おでんとともにお酒を楽しめるお店です。店内はカウンターのみ10席と結構コンパクトです。お客さんは20代から60代と幅広い層のお一人様から3人のグループまでいろんな人がいます。4人以上は入りづらいのでグループで行くなら3人までがおすすめですね。男女比は半々ぐらいで女性のグループもよく来ています。お一人様も多いですね。メニューはたこ焼きメニューとおでんメニューです。おでんメニューはメニュー表から選ぶのもよし、目の前で作られている中から選ぶのもよしですね。さあ、まずはビールとハイボールで乾杯です。ちゃんとグラスが冷えているのもグッドポイントですね。タコハチのたこ焼きはソースではなくだしと一緒に食べるスタイルです。食べ方は明石焼きのスタイルなんですけど、たこ焼き自体は表面はしっかりと焼き色をつけていて、中はとろっとしたすごく美味しいたこ焼きです。だしにつけていただくことでさっぱりと食べられるのでペロッと食べられちゃいますね。言うまでもなくおでんも熱々ですごく美味しいです。一人でも友達との二次会でもサクッと飲むには最高のお店ですね。ぜひ行ってみてください。4つ目のお店は四万十川さんです。金田駅 C1 出口または有楽町日比谷駅 A1 出口からすぐのところにあります。四万十川さんは和風のおしゃれな空間で美味しい高知料理がいただけるお店です。座席は総席数なんと114席とかなり広々としています。お店の中に川が流れているのもおしゃれですよね。8人席とかもあって中人数でも入りやすいので5人以上で飲み会するときに僕がかなり重宝しているお店です。お客さんは20代から60代と幅広い年齢層の方がいます。お一人様やデートで来るのではなく友達や会社の人との飲み会にベストなお店ですね。メニューはこちらです。かなりたくさんあるので正直どれを頼むのか迷うんですけど、名物のカツオのわら焼き塩たたきはぜひ食べてほしいですね。2時間飲み放題付きコースはなんと5000円なので、中人数で行くときはアラカルトではなくコースを頼むのがおすすめですね。メニューは一通り動画に載せておくので気になるところで動画を止めてみてくださいね。こういった大箱タイプのお店って料理の味が微妙というお店が多いんですけど、四万十川さんは大箱タイプにしては十分美味しいです。特
特に名物のカツオの塩叩きはすごく美味しいですね。めちゃめちゃ分厚くカットされているので食べ応えがあって脂の乗りも素晴らしいです。ドリンクは店名になっている四万十川という日本酒がすっきりとした味わいですごく美味しいです。ドリンクの種類が多すぎてどれを選べばいいのかわからないという人には四万十川がおすすめですね。正直4人以下なら四万十川さんよりももっと美味しくてコスパのいいお店もあります。ただ少人数でも入りやすい大箱のお店で店内が綺麗で料理もお酒もワンランク上なのに飲み放題付きコースが5000円というのは四万十川さんならではだと思います。5人以上で友達や同僚と飲もうとなった時にすごくおすすめなのでぜひ行ってみてください。5つ目のお店はコマさんです。銀座一丁目駅3番出口から1分のところにあります。コマさんは素材にしっかりとこだわった美味しい和食がいただける海鮮居酒屋です。店内は昔からある居酒屋という感じなんですけど、ところどころにコマが飾ってあったりとおしゃれさや清潔感があります。お客さんは20代から40代の2人から4人の友達同士で来ている人が多いですね。メニューはこちらです。どのメニューもすごく美味しいんですけど、迷ったら1番人気のお刺身盛り合わせと2番人気でコマ名物の生ウニソースのチーズオムレツがおすすめです。コマさんのいいところは手頃な価格なのに新鮮な素材にしっかりとこだわっていることです。野菜は野菜ソムリエが厳選した野菜を使用し、お魚は毎朝豊洲市場でスタッフさんが目利きしたお魚を使うなど、この価格帯ではなかなか体験することのできないこだわり方ですね。ドリンクメニューもすごくたくさんのメニューがあります。さすがは和食のお店だけあって日本酒、焼酎もたくさん揃っていますね。個人的にはこの価格帯のお店なのにウイスキーに白州や山崎も置いてあるのがすごいと思いました。この価格帯だと普通はトリスやブラックニッカ、角ハイボールが多いですもんね。コマは日本酒を頼むと目の前で日本酒をついてくれます。こういうパフォーマンスも嬉しいですよね。まずは岩手県産の生牡蠣です。ものすごい大ぶりの生牡蠣で見るからにプリップリですよね。真牡蠣は3月から4月がピーク、岩牡蠣は6月から8月がピークと言われますが、コマさんの真牡蠣はお味もすごくクリーミーで食べ応えたっぷりです。枝豆も程よい塩気が効いていてお酒がどんどん進みますね。お魚も毎朝スタッフさんが豊洲市場に目利きして買い付けているだけあってすごく新鮮です。ちなみにコマさんには5500円で2時間飲み放題付きのコースもあるので、たくさん飲むときはコースにするのがおすすめですよ。さらに夜9時以降なら3300円で2時間飲み放題付きの2次会用コースがあります。素材にこだわった美味しい和食とともに美味しいお酒をリーズナブルに楽しみたいときはぜひ行ってみてください。6つ目のお店はバードハウスマルカツさんです。東銀座駅 A8 出口から1分のところにあります。バードハウスマルカツさんは絶品の鶏料理と締めの親子丼が有名なお店です。店内は清潔感のある落ち着いた雰囲気です。お客さんは40代から60代の夫婦とかグループの方が多いですね。男女比は男性6対女性4くらいです。メニューはこちらです。赤色のメニューがお店のおすすめなので迷ったらここから選ぶのがいいですね。僕としては名物の特製つくねと特上親子丼はぜひ食べてみてほしいです。焼酎や日本酒もたくさん揃っていてコースもあるのでどれを頼めばいいのかわからないという人はコースにするのもおすすめです。さあまずはビールで乾杯です。ちゃんと冷えたグラスで提供されるのはグッドポイントですよね。マルカツさんは手に入れるのが難しい稲垣主形状の純系名古屋コーチンを使っています。普通鶏料理屋さんって安さが売りだと思うんですけど、マルカツさんは一つ一つの料理にしっ
かりとこだわっていて上品な味になっています。鶏のお刺身なんて生で食べられる本当に新鮮な鶏を使っているお店でしか食べられない味ですよね。そして絶対に食べてほしいのが締めの親子丼です。鶏肉の旨味が溢れ出してとろっとろの卵がかかった極上の親子丼はたまらないですね。ちなみにこの絶品の親子丼は親子丼専門店丸勝というお店ならランチでも食べることができます。詳細は本当に美味しい銀座丼5000という動画でご紹介しているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。概要欄にリンクを載せておきますね。最後のお店は鉄板所目黒さんです。新橋駅から2分、銀座駅からは8分のところにあります。目黒さんは美味しい鉄板焼きをリーズナブルな価格でいただけるお店です。本当に美味しい銀座ハンバーグ5000という動画で映えるデミオムハンバーグとしてご紹介したお店ですね。店内は少し暗めの落ち着いた雰囲気です。お客さんは30代から50代の2人から4人で来ている人が多いですね。男女比は男性7対女性3くらいです。メニューはこちらです。アラカルトで頼むなら洋食グランプリ第1位を獲得した自家製和牛ハンバーグはぜひ頼んでほしいですね。コースは2時間30分飲み放題付きのコースが5500円からあるので、みんなで行くならコースがおすすめです。高級な銀座で高級な鉄板焼きを飲み放題付きで5500円ってすごいですよね。この日は5500円のコースを頼んだので、どんな感じの内容か楽しみながら動画を見てください。5500円のコースはサラダ、とんぺい焼き、季節の一品、お魚、ハンバーグ、豚玉、デザートがついてきます。目黒さんのいいところはコースを頼んでも1人ずつに分けて料理を持ってきてくれるところです。わざわざ取り分けなくてもいいのはすごく楽ですよね。肝心のお味は正直感動とまではいかないんですけど、銀座という高級な場所で5500円飲み放題付きにしては十分に美味しいです。お魚、お肉ともに出てきてデザートもついてくるのにこの味っていうのはすごいですね。特に名物のハンバーグは本当に美味しいです。お肉の旨味がしっかりと引き出されていてすごくジューシーですね。さすがはナンバーワンに輝いたハンバーグです。ただ目黒さんにも欠点があって、それはコースにすると料理の提供スピードが遅いということです。普通1万円を超える鉄板焼き業界で5500円飲み放題という破壊的な価格なので仕方ないんですけど、もしコースを頼むなら待つという覚悟をしておきましょう。アラカルトならそんなに遅くならないので大丈夫ですよ。ちなみに雰囲気を重視したデートで鉄板焼きに行くなら銀座ディナー3選という動画でご紹介した天さんの方がおすすめです。今日は銀座にあるコスパのいい飲み屋さん7選をご紹介しました。皆さんの気になるお店はありましたか？今日は7つのお店をご紹介したので、それぞれのお店の特徴を僕の方でまとめてみました。あくまで僕個人の感想なんですけど、ぜひ参考にしてもらえると嬉しいです。最後に僕のおすすめのシーンをご紹介します。コスパ最高の絶品イタリアンを友達との飲みやパートナーとのカジュアルデートで楽しむならボメロさん。おしゃれな空間で美味しいワインとビストロをいただくならルフージュさん。一人でも気軽に行ける美味しいおでんとたこ焼きのお店ならたこあちさん。5人以上の中人数でも使いやすい素敵な雰囲気のお店で美味しい高知料理をいただくなら四万十川さん。こだわりの食材を使った美味しい和食をいただくならコマさん。上品な鶏料理とともに美味しい締めの親子丼をいただくならバードハウス丸勝さん。手頃な価格で美味しい鉄板焼きをいただくなら鉄板所目黒さんがおすすめです。ぜひ行ってみてください。これからもおすすめのお店を挙げていくので
チャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次のお店で。